ション上がるね。240、50ぐらいまで出てました。じゃーん、めっちゃかっこいい。配線がやっぱプロ。やハロー、みさきみさです。今日の動画はヨドバシカメラ限定ギガバイトの白いゲーミング PC を紹介していこうと思います。この PC を使用してね、実際にゲームでどれぐらいのフレームレートが狙えるのか、そして快適なのかだったり、そのあたりを検証していこうと思うので、ぜひ最後までご覧ください。で、今回ギガバイトさんのゲーミング PC ということで、見てください。中全部ギガバイト。PC ケースから中のパーツまで、もうすべてがギガバイト。もう私のギガ推しメーカーなんで、もうこれはテンション上がるね。で、今回の PC のスペック、どういった層に向いているかっていうと、もう動画編集だったり、ゲーム配信だったり、もうゲームもフル HD からもう 4K まで、もうオールジャンルでもう使いたいな、みたいな。っていう人に特におすすめのパソコンです。で、値段は39万9800円。で、ヨドバシカメラさんなんで、ゴールドポイントが 10%、3万9800円分つくので、実質36万円。で、初めてゲーミング PC 買うっていう人なんかはね、そのポイントでモニターだったり、マウスだったり、キーボードを買うのがいいんじゃないかなと思います。じゃ、ちょっと光らせていきたいと思います。白の主電源を入れて、で、上側にある電源ボタンをポチッと押すと、じゃーん、めっちゃかっこいい。水色にもう最初から光るんや。カラーかわいいね。この可愛すぎるかっこよくない？で、上側に LED ボタンなんかもあるので、ここをね、ポチッと押すと、うわ！簡単にカラーも変えれる。全部で7色って書いててんけど、もう7色以上、こう、エフェクトもいろいろ選べますね。これ簡単に RGB 変えれるから、初心者の人なんかでも装置使う必要性ないし、いいかも。そして大事なスペックなんですけど、CPU はゲームに特に向いている Ryzen 7 7800X3D が搭載していて、GPU は最新の GeForce RTX 5070 Ti。高いフレームレートが狙える高性能な GPU が搭載されていて、5070じゃなくて 5070 Ti っていうところがポイント。動画編集なんかする人はね、5070だとエンコード、書き出しがね、デュアルエンコードを使用できないんですけど、この 5070Ti であることによって、デュアルエンコードって言って、さらに速い速度で書き出しをすることができるので、動画編集しようかなってちょっと考えてる人はね、5070Ti 以上をね、買った方がいいかと思います。そしてメモリは 32GB で、モンハンワイルズのようなオープンワールドゲームでも快適。そして M.2 SSD も 1TB 最初から搭載されています。そしてグラボの裏側の方にかな、M.2 の SSD をもう1枚増設することができるので、後からストレージを増やしたりすることもできます。そしてファンの枚数は全部で7枚。もう前から見ても映えるような見た目。で、PC ケースはミドルタワーで、そんなに大きくもないし、ちっちゃくもないっていうような PC ケースです。あ、で、この PC ケースにグラボステインもついてるね。グラボの負担にならなくて良さそう。で、よーく見ると、このマザーボードのグラボを取り外す、この爪の部分っていうのも結構前に出てるから、グラボも簡単に取り外せそう。で、配線がやっぱプロ、めちゃくちゃ綺麗。ここまで綺麗に分かれてるから、後からパーツの入れ替えだったりっていうのも簡単そう。で、ファンの RGB コントローラーもついてるから、もしファンが壊れたり光らんくなった場合も交換簡単。で、前側のこのガラスは、こう後ろ側をくるくるってすることによって取れます。ただ、この取った後、またつけるってなった時にね、わりかしちょっとね、めんどくささはある。こう、簡単につけれないのがちょっと残念なポイントではあるんですけど、みんなはね、そんな開けることないと思うんで大丈夫かなと思います。で、後ろ側インターフェースは USB 3.2 が2つ、そして USB 2.0 が4つ、
そして 2.5GB の LAN ポートも付いています。そして下側のグラボのポートはディスプレイポートが3つの HDMI が1つ。そしてその下側に電源が付いています。で、電源は 850W のゴールド認証。わりかし省エネで使えるっていうのもいいかも。そして PC の上側の方にね、USB ポート 3.2 が2ポートと Type-C ポートも1つあります。で、ポートの数はそんなに多いっていうわけじゃないので、動画編集だったり、ゲーム配信だったり、もしデスクに置くデバイスが多くて USB 足りなくなってしまった場合なんかはね、このマザーボードの下側に PCIe スロットがあるので、そこに USB カードをつけて、裏側にね、USB ポートを増やしてあげるっていうのもいいかも。で、メンテナンスについてなんですけど、上側にメッシュがあって、マグネットでくっつくようになってます。そして電源の下側にメッシュがあって、引っかかってるんで、こんな感じで取ることができます。ということで実際にゲームをしていこうと思います。今回の検証環境はフル HD の 280Hz のモニターで試しました。まずはサイバーパンク、レイトレーシングウルトラ設定、解像度のアップスケーリングは自動。そしてフレーム生成はオフの状態で回してみました。左上にフレームレートが書いてるんですけど、だいたい110前後ぐらいで、この最新グラボ RTX50 シリーズでは DLSS4 のフレーム生成をオンにすることができて、こんな感じでフレームレートが倍以上上がります。リフレッシュレートも高く、もうサイバーパンクのような重いゲームでもヌルヌルでゲームをすることができちゃう。このフレーム生成を使用するとフル HD だけではなく WQHD や 4K でも快適にゲームを遊ぶことができます。続いてはモンハンワイルズ。こちらもフレーム生成オンのレイトレーシングも高設定で回してみました。ワイルズはオープンワールドゲームなので、CPU の性能だったり、あとはメモリっていうところが大事なんですけど、そのあたりもこの PC はクリアしているので、非常に快適にプレイすることができます。これぐらいのフレームレートがあればもう十分なんですけど、レートレーシングの設定を下げてあげたりなんかすると、もっとフレームレートを高く狙うこともできたりするし、これだったらさっきのようにね、WQHD だったり 4K でもね、モンハンワイルズ楽しめると思います。で、続いてはですね、今流行りのゲーム、アークレイダースも試してみました。私自身前からやりたいなって思ってたんやけど、これがね、初めてのプレイで、意外とこのゲーム結構重いのよ。最初にやってみた設定が、レートレーシングオン、ダイナミックのエピック、一番綺麗な設定で、そしてフレーム生成、アップスケーリングはオフの状態でやってみました。そうすると、フレームレート160前後と、そこまで出てないのがわかるかと思います。一応これ FPS ゲームでもあるので、なるべくもう少し高いフレームレートが狙いたいということで、設定をですね、フレーム生成オン、DLSS4、そしてアップスケーリングも DLAA トランスフォーマー、そしてレートレーシングはさっきと同じくダイナミック、綺麗なね、映像にしてみました。そうするとだいたいフレームレートが130から240、50ぐらいまで出てました。でもっと安定して高いリフレッシュレート狙おうと思えば、レートレーシングの設定をね、下げてあげればもっと出るだろうし、WQHD のモニターなんかでも高いリフレッシュレートで満足できるだろうし、やっぱこのアークレイダースって、FPS ゲームでもあるけど、この世界観を楽しむっていうのも、一つのね、このゲームの楽しみ方でもあると思うので、できるだけ綺麗な映像で、なおかつ高いリフレッシュレートが狙える、この RTX5070Ti 以上のね、スペックの PC っていうのはね、やっぱり個人的には特におすすめやなって思います。そしてApex もやってみました。低設定でまず遊んでみたんですけど、真ん中の方、フレームレートね、このモニターっていうのが最大リフレッシュレート 280Hz で Apex の最大フレームレートっていうのが 300Hz なので、そこまで差はないと思うんですけど、280Hz ほぼ貼り付きで出ていました。
なので、フル HD の環境で、低設定で Apex を遊ぶのには、もう十分すぎるスペック。で、高設定でも遊んでみたんですけど、平均フレームレート見てもらってもね、277。で、280以上本来はね、出てるかと思うので、これやったら、280以上を超えるようなね、モニターなんかもね、最近、安くなってきたりもするし、どんどん増えてるんで、その点考えると、こっから何年も長く使えるような PC でもあるので、今後何年もね、乗り換える必要性ない、もう何年も使えるような PC、っていうところも一つの選ぶポイントかと思います。で、マーベルライバルズも、解像度、ウルトラクオリティ、そしてフレーム生成をオフの状態で回してみたんですけど、それだと、160前後ぐらいで出てて、それちょっと足りないなって思って、画質のクオリティをね、低に下げてあげました。フレーム生成はね、オフの状態にしています。フレーム生成オンにしても、その遅延の心配とかする必要性ないと思うんですけど、やっぱりこういうゲームはフレーム生成、なるべくオフの状態で遊びたいなって思って、フレーム生成はね、オフの状態でやってみました。それでもね、フレームレートも300超えぐらいで出てます。もう十分ですね。で、バロラントもそうなんですけど、こういったオーバーウォッチのような軽いゲームはね、もちろんのことをもう超快適に遊ぶことができます。フレームレートが高いことによって、より遅延も少なくなるので、こういった軽いゲームしか遊ばないから性能の低い PC でいいや、じゃなくて、遅延も少なくなるから、こういった性能の高い PC を買うっていう選び方もあるんだなっていう風にね、思っていただければなと思います。はい、ということで今回はヨドバシカメラ限定モデルギガバイトの白いゲーミング PC を紹介してきました。ゲームの性能もめっちゃ高かったでしょ。で、最近ね、白いゲーミング PC 増えてきたなって思うんですけど、逆に白黒の PC っていうのは逆に少なくなってるなって思ってたんで、ちょっとかっこいい感じの白い PC を欲しいなって思ってた人なんかはね、特に気に入って使っていただけるんじゃないかなと思います。もうフル HD から 4K までしっかり楽しめると思うので、ぜひ気になった方は概要欄から製品ページ見てみてください。よかったらチャンネル登録と高評価、コメント、ハイプもお願いします。以上、みさきみさでした。じゃあのー。